こんにちは。お元気ですか？今日は4月18日の土曜日ですね。最近ちょっと私ね、ふと、ちょっと苦手かもって思ったのがですね、私よりちょっと年上の、いわゆる高齢になってる方くらいの年代の方の一部の方が、ちょっと苦手だなって思っちゃったっていうことがあったんですね。なんか特別何か一つのハプニングがあって、うわ、苦手だって思ったっていうよりね、最近じわじわとそういうのを感じるようになってしまったっていう感じなんですけども、その高齢っていうのはね、大体目安として、70代以降の方かな。で、もちろんね、その70代以降の方全部がじゃなくて、その一部の方がちょっと苦手かもって思ってしまったんですね。なんていうのかな、例えばこのどの年代に限らず、20代の方でもね、この70代80代の方でもね、そういう年代問わず、なんていうのかな、ちょっとこの人嫌な人だなとか、性格的に、こう言っちゃあれなんですけど、ちょっと性根腐ってんなとかちょっと鬼畜だなとか、この鬼畜になれるほどの頭の良さはないけど、私も今この言い方性格悪いですね。そもそも私が性格悪いとにかくちょっと嫌な人種人間っているじゃないですか。必ず一定数。それが生物としてのね、その分布としては普通なのかもしれないので、必ずそういう一部何割かはそういう嫌な人間っていうのはいるわけなんですけども、でもちろんね、その若い人でも自分と同世代でもそういう嫌なやつっていうのはいるんですけれども、ちょっとなんか苦手だ、嫌だなって思っちゃったのが、特に高齢の方のいわゆる性根が腐った方がね、ちょっとすごく苦手かもっていうふうに思ってしまったっていう話なんですね。これほんとちょっとなんて言うんだろう、その高齢なだけで差別してるような風にとらわれたらちょっと違うんですけど、なんて言ったらいいのかな。ちょっとなんでだろう、なんでその特に高齢の方のそういう性根が同じ性根が腐ったでもね、例えば30代の人の性根が腐った人と、例えば70代の人の中でも性根が腐ったっているじゃないですか。なんでその年代が違うだけで特に苦手かもっていう風に思ってしまうかって、なんでだろうってちょっと考えたんですね。で、なんかね、で私がそもそも苦手かもって思う時のこの印象として、なんていうか、この人ヘドロみたいっていう風にごめんなさい、ヘドロっていう風な感覚なんです。つまりご高齢の方の中のその一部性根が腐った方とちょっと対峙してしまう、対峙っていうほどがっつりじゃないですけども、ちょっと関わってしまったりとかした時に、ヘドロっていう感覚がなんかイメージ的にあるんですね。で、これが結構そのヘドロっぽいのが苦手なんだなっていうふうに思ったんですね。じゃあその一方、全く同じようなくらい同じレベルで性根が腐ってる30代の人と対峙した時、そのレベルは低いレベルっていうか、嫌な腐り具合のレベルは同じだったとして、その30代の人だとヘドロっていうよりも、なんていうのかな、うわっていう嫌だなとか不快さはあるんですけれども、なんていうか、例えばそっちをヘドロっていう風に表現するのであれば、同じ世界線でこのイメージで考えるならば、1週間放置した生ゴミっていう感じですかね。すんごく臭いし、もう近づきたくない、うわっていう感じは同じなんですけれども、それがヘドロっていうと、もうそれがね、すでにもうそれをもうずっと長年
すでにもうそれが月日をさらに積み重ねて、このドブの中にこうヘドロとしてよどんでいる、もう元の物体がこうすでに形すら元は何だったのかわからない状態で、ヘドロになってこう年数というもので煮詰められているというか、こうその堆積されてしまっているというか、そういう感じなのかもなっていうふうに思いました。だからなんとなくこうパッとヘドロって感じたのはそういうとこだったのかななんて思ったりとかして、それでちょっとこう苦手だなっていうふうに思ってしまったっていうことなんですね。もちろんね、それくらいの年齢でこの人話してて楽しいなとか、いい人だなとか、すごい素敵な人だなって思う場合は、なんていうのかな、なんていうかこう爽やかさみたいのは感じるし、すごいいい人じゃなくても普通の人とかでもね、全然こう嫌な感じじゃないんですけど、だから本当にごく稀にいるこうヘドロになってしまった人、中身が中身にヘドロを持ってる人、すごくなんかこう同じレベルの少年の腐った度合いでも30代と70代以降とかね、そういうものだとヘドロ感みたいなのを感じて、結構こうより苦手かもみたいな風に感じてしまったっていうね、そういう風にね、自分の中でなんでこんなに嫌なんだろうっていう風に思ったのが、いわゆるこう年季が入ってたってことですね。その年季が入ってヘドロまでたどり着いてしまったものは、よりこうなんていうかこう太刀打ちできないヘドロ太刀打ちできない臭さみたいな、そういうもうすでに関わることがもう難しいぐらいの太刀打ちのできなさみたいのがを感じたのかなっていうふうに思いましたね。もしかしたら同じ少年のこう腐った感でも30代とかだと、なんていうのかな、こうまだ自分で少しこう遠ざけたりとか、場合によっては10年後には変わってるかもしれないっていう、そういうのがあるのかもしれないですね。わかんない。何言ってんのかちょっとわかんないけど、なんていうのかな。まだ、こう、物質として、しっかりと固まってない、有利してる部分があるのかもしれないです。ちょっとよくわかんないんですけど、まだこう、なんていうのかな。だからそのヘドロはもう確固としちゃってるので、もう太刀打ちができないんですよ、もう。もう、だから、こう、なんていうか、そっと離れるしかないというかね。そんな気がしました。なんか、うん。なんかこう、なんかごめんなさいっていう感じなんですけれども。なんですかね、例えば、ちょっと話を若干ずらしますけれども、子供とか中高校生、高校生とか中学生とかまだ学生さんとか、もしくは20代前半とか、そういう若い時とかだと、その性格とか考え方とか、そういうのって結構環境要因が大きいじゃないですか。どういう環境で生まれ育ったかっていうね、家庭とか学校とか、その時出会った人とかね、そういうものによって決まってくる部分も多いので、あとはもともと生まれ持ったものっていうのもあるとは思うんですけれども、なのである意味なんていうのかな、ちょっと運も入ってるかなっていうのはあると思うんですね。なのでなんだろう、わかんないけど、イメージ的に20代前半くらいまでは若干環境要因になってくるっていう部分は若干ですけどもあると思うんですね。ただそれを過ぎてくると、やっぱりね、こう一人で独り立ちしてもう生きてるわけなので、そこでいろんな人間に会ったりとか、いろんな場所に行ったりとか、いろんな経験をしたりとか、もしくは本とかね、そういうものとかで何かそういうものを知ったりとか、要はその経験とかね、触れた情報とかのね、
出し入れが自分でできるようになってくるわけですね。今まではこう受動というかね、受け取るしかないっていう環境が多かったと思うんですけれども、それがね、大人になって一人で生きれるとね、その選択権が自分で受け取る情報も自分で選べるし、経験も自分がしたいと思った経験をしようとできるし、ある程度こう能動的に自分の中を入れ替えていく時間になっていくと思うんですね。自分はこういう性格でこうこうこうだったけど、あれこれは違ったかもしれないとか、もしくはこういろんな経験とか何かを見たり聞いたり情報を知ったりすることによって自分で自分を構築していくみたいなね、セルフ構築みたいのが行われていくんですよね。それによってやっぱりだんだんとこの自分で年輪を刻んでいく時間に入ると思うんですね。だからまだヘドロとかじゃないんですよね。場合によってはその20代ぐらいで急激にこう性格を変えていく人とかもいると思うんですよね。そのもともと持ってたそのベースっていう部分は変わらないかもしれないですけれども、その年輪の重ね方っていうのは違ってきたりとか、結構方向転換していったりとか、その枝葉の伸び方っていうのは結構個性が出てくると思うんですよね。そうそう。なので、なんていうのかな、その若いうちっていうのは、そのいろんなものがまだ有利しているっていう、あの有利っていうのは浮遊してるっていうのと、離れているっていう字の有利ね。ちょっと何言ってるのか分かんない。有利脂肪酸とかの漢字の有利です。うん。まだそういうふうに有利してると思うんですよね。がっちりこうコリっていうか固まっておらず、そうそう。ある意味この自己責任のなんていうか時間に入ってくるというかね、もちろんその自己責任って言えないくらいこのもともと生まれ持った幼少時代からの環境要因でそのまま破壊に行ってしまう人もいるかもしれないですけれども、まちょっとそれはその人本人じゃないと分かんないんでちょっと何とも分かんないんですけど、とにかくね、なんていうのかな、その70代とかね、それ以降の高齢者と言われる方の中のちょっと性格っていうかその人の人間性、少年的な部分が腐ってる人が本当にヘドロっぽいっていう風に感じちゃって、ちょっと苦手だって思ったのはそういう部分なのかなっていう風に思いましたね。もうあまりにも重ねすぎていたと。まさに年季が入っているもの、年季が入ってヘドロ化してしまったもの、もうそこからはもう有利できないっていう感じなのかなっていうふうに思いましたね。なんかその人たちをすごいディスってる責めてるっていうよりも、単純にちょっと太刀打ちできないぐらい臭いっていうふうに関わりたくないっていうふうに思ってしまいましたっていう、ちょっとどうしよう、今回悪口みたいになってるんですけど、でもこれ本当に一部の方だけなんですけれども、そうそう。私はね、今引きこもっててあんま外に出る機会とかもないので、その人に会うことはないんですけれども、ただね、こうすれ違う人とか、ちょっとスーパーとかコンビニで出会う人とか、こうチラッと見た時に、この、なんていうか、もちろんチラッと見たりとかしただけでこの人はヘドロっぽいとかそんなんわかんないですよ。今言ってるのはちょっと話したりとか、そういうのがあった時に、わって思った方たちをヘドロって言ったので、すれ違ったとかね、それくらいの人ではヘドロとかそういうのは分かんないですけれども、ただね、なんとなくこう勘を鈍らせないように、ちょっとこの人はどういう人なんだろうっていうのをね、こうなんとなくこうすれ違った時とか、こうスーパーとかで視界に入った人とかをこうじっと見るってまでじゃないんですけども、この瞬発的にこう頭の中で少しこう考えたりとかすることはしてますね。ちょっとなんかそのセンサーが鈍ると、こう自分なんていうのかな、そういうね
このこのたくさん人間がいるこの野生の世界で、野生っていうのかな生きていく時のセンサーが鈍るとちょっと自分でねこう生きていく上でちょっと危険が伴うことがあるので、ある程度このセンサーをね働かせとかないとなっていうのがあるなっていう感じですね。ちょっとごめんなさい、何言ってんのか分かんなくなっちゃったんですけれども、まあそんな感じでちょっとヘドロが苦手だなって思ったりとかしました。あとちょっとそれで言うと、例えばそういうのって見た目だけじゃ分かんないじゃないですか。そういう時になんだろうな、でもこう人間こう長く生きていくと、その自分の内側でいつも抱えているその人の性根的なものっていうのはやっぱり顔に出てくるんだろうかって思ったりとかするんですよね。そうするとそれがその年間で 0.1% ぐらい出たとしてそれがこう積み重ねられればられるほどそれが出るわけなので、例えば30代ぐらいだったらね、ただもともと持って生まれた容姿とかからそんなにはこうわからないかもしれないですけれども、70代80代ぐらいになってくるとある程度内側のものもその容姿に出たりとかするのかなって思ったりとかするんですよね。単純にこう表情筋をどう使ってきたかっていうのもあると思うし、ただねこのなんて言うんだろう、その表情筋いつもニコニコしててもそのニコニコが、本物じゃない人だったりとかする人もいるわけで、この鼻の内でこう腐ったことを考えながら周りをこう欺くためにニコニコしてた人の場合は、そのニコニコの顔のまま年を取っていったりするのかなと思ったら、そのニコニコをちゃんとこう見抜ける目が必要になってくるよなとか思ったりとかしつつ、じゃあ逆に結構素直に性格の悪さを出してた人が性格の悪い嫌な顔になってくるのかなとかいろいろ考えたりとかしたんですけれども、どうなんですかね。それも結局はなんやかんやでその五感を研ぎ澄ませないと分かんないもんなんかななんて思いつつ、そういうのがこうどこで感じるのかなみたいな思ったりとかして、この取り留めのないどうしようもないことを考えたりしましたね。だからなんか分からないけど、なぜか分からないけど嫌っていう感覚がそれに当たるのかなみたいな。なんか別にこの人すごく嫌な顔してるわけじゃないしみたいな、なんかこうそう五感を研ぎ澄ますことによってその次の第六感というものにつながっていくのかなみたいな。その五感だけでもね、この脳の中でちょっとしたその人の動きのテンポとか、この例えば口角と眉毛がこう動く時の笑顔の時の0コンマなんとかのちょっとバランスの崩れとかね、なんかあとはなんか一言言う時の何かの一瞬の0コンマ何秒の間だったりとか、息継ぎの仕方とかね、そういうのが自分では認識できてないけど今までの経験値の中でこういう時はこうだったっていうのがね、自分でも気づかないうちにそういう五感でキャッチしてるっていうのはあると思うので、五感をこう研ぎ澄ます。あともしかしたらそういう時に出る匂いとかもあるかもしれないですよね。自分で認識できないくらいのかすかな匂いとかね、でも体の五感は気づいてるとかね、そういう経験値から何かわかるかもしれないですよね。今回何言ってんのかな、ちょっとヘドロの話からちょっとわけわかんない話になってきたんですけどもね。そういう意味ではそのヘドロの逆、なんていうか、すごくこう心地いいというか清々しい方っていますよね。ご高齢70代とか80代とかになってて、なんていうのかな、
特別偉そうとか、その眼蓄のあるような何かを言ってるとかね、そういうことじゃないんですけど、雰囲気とか、その人と、なんか普通の何でもない話をしてるだけでも、清々しさを感じる。別に容姿がこう、スラッとしてるとか、清々しいとか、そういうのじゃなくて、その人の空気感が清々しいというかね、ちょっと言い過ぎになるかもしれないですけど、その清々しさがすごい人は、その人と話しただけで自分の気持ちが浄化されるような、浄化作用さえ持ちますよね。だからそういう人は、さっきのヘドロの理屈とは別で、こう煮詰まっちゃってす、なんだろう、若いうちは、その一週間経った生ゴミだったものが、この数十年、この、その、なんだろう、その少年の腐ったレベルが同じでも、一週間後の生ゴミと、この数年かけたもうヘドロ、もうドブのどっかにあるもうヘドロになっているものというのと同じくらいで、その、なんていうのかな、そのすごくこう、すがすがしいもの、なんだろう。ちょっとお地蔵さんに近いですよね。浄化作業。なんかその人と話しただけで、こうちょっとこう気分が、なんかスッとできたとかね。別になんかその話の内容がすごくこう解決策を言ってくれたとか、その悩みを相談してくれたとか、全然そういうんじゃなくて、昨日こういうの食べてとか、そういう普通の会話だったとしても、なんかその人と関わったことによって、ちょっとなんか清々しいとか、ちょっと気持ちが落ち着いたとか、ほっとするとかね、そういう人っているので、なんか人間って面白いなって思いました。はい、今日はちょっとヘドロの悪口みたいになっちゃって申し訳ないんですけれども、なんか、なんか最近ちょっとこう、少しこう、なぜちょっとご高齢の方でちょっと性根が腐ってる系の人に会うとヘドロって感じて、30代ぐらいの、30代とっていうか、まあ30代でも40代でもこうの腐ってる人よりも、より年齢がいけばいくほどちょっともう太刀打ちできない感じな、なんかもう早くこう離れなきゃみたいなね、なんかそういう感じになってくるのはなぜだろうみたいな風に思ったっていうね、そういう話でした。なんかちょっともやっとしたことをね、こう吐き出しちゃったみたいな感じになっちゃって、申し訳ないんですけど、そういう風に思ったよっていう話でね。まあ私もね、こう着々とヘドロを育ててる部分っていうのはあるかもしれないので、こう、そのね、毎日の何か、その出し入れをですね、今の状態で出し入れを、ある程度精査したりとか、こう煮詰めるものを精査したりとかね、出し入れっていうのは情報だったり経験だったりとかね、感覚だったりとかね、そういうものですね。このヘドロをこうだんだんとこうヘドロにしていかないようにしていきたいなと思いますね。まあもちろんね、清廉潔白な感じで生きろとかね、そういうわけではないので、そういうこうちょっとしたこうダメな部分とか悪な部分とかちょっと臭い部分っていうのはね、あるとは思うんですけれども、そのなんだろう、例えばコーヒーとかでもね、このクリーンなカップが一番うまいとは限らないわけですよ。クリーンっていうのはえぐみとか苦みとかね、そういうものをこのクリーンに出すとかね、まあそのなんだろう、豆の品評会とかでそういうのを確認したりチェックしたりとか、そういう規定の何かをするためにそのクリーンなものを出すとか、そういうのは別として、その美味しいっていう、その人が飲んで美味しいっていうコーヒーの味の中には苦味とかえぐみとかね、そういうのも若干含まれた方が、この味の深みというかね、広がりが出るんですよね。美味しさっていうのは、そのクリーンな味わい、そのクリーンな酸味とか、ちょっとした苦味とか、そのキレとか、そういうものだけじゃなくて、そこにほんのちょっぴりえぐみとかが入ることによって、この全体的なこの味の深みとかがちょっと 3D になるというかね、奥行きが出て美味しくなるんですよね。だからちょっと自分が悪いとこあるのが言い訳みたいにしてるんですけど、
そうそう。だから、なんて言うんだろう。例えば田舎料理のごった煮みたいなやつとかで、野菜から出るアクとかを取りすぎずに、結構そのまま食べたりとかするじゃないですか。でも、それが美味しかったりするので、まあ、それと、例えば、すごい京料理とかの、この澄んだ出汁のものと、それはそれで別の味わいがあったりとかするんですけど、あれ、ちょっと自分でも着地点がちょっとわかんなくなってきたんですけど。まあ、まあね、私も性格悪い部分も一部持ってますし、あの、なんか、ちょっと嫌な部分っていうのもあると思うんですよ。ただね、まあ、自分がね、その高齢になる頃にヘドロになってしまうレベルには持ってないと思うんですけども、まあ、これからもね、自分っていうこの物体、を入れ物だとしたら、その入れ物の中にその情報やら経験やら感覚やら、そういうのを出し入れするのを繰り返して、より場合によってはヘドロになってるかもしれないし、そのすがすがしい人、お地蔵さんみたいな、ちょっと話したらちょっと気分がいいみたいなね、そういうなんかなんだろう、浄化のパワーみたいな持ってる人、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあそういう方向にね、なっていきたいみたいなね、そういう年輪をね、積み重ねていったら、結構自分自身も、生きててすがすがしいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしました。あとね、なんかふと思ったんですけれども、私みたいにね、一人で、ぼっちで、生きてる人間がいるじゃないですか。そうすると、多分なんですけども、同じぼっちで生きてて、まあ、365日ずっと一人でいるっていう人とかでも、多分ね、ヘドロを大量に抱えてたら一人でね、いるの辛いと思うんですよね。自分が臭いからさ。同じようなヘドロ仲間で、ヘドロを撒き散らして、この時間を経過させるか、まあ、もしくはもう自分とは違う、まあ、もうちょっといい人を一緒に置いとかないと、もう自分が自分でヘドロを抱えてるから辛くなっちゃうと思うんですよね。そういう意味では、まあなんていうか、中身がね、いい状態でいると結構一人ぼっちで過ごしてても、そんなにひどく寂しさを感じたりとか辛いとかね、ならないかもしれないなっていうふうに思いましたね。その自分自身の中身を見てきっつーって思うような感じの人間に仕上がっちゃってると、一人ぼっちで生きるのって辛いだろうなっていうふうに思ったりとかしたよっていう感じですね。まあ、だからって別に自分がね、ぼっちで生きてることを肯定してるわけじゃないんですけれども、まあ、特別寂しいとは思ってないんですけども、365日ぼっち生活をずっと続けていると、ちょっとね、退屈だなっていう感覚は明らかに出てきたりとかはするので、まあ、あとはね、この人生の中で、他人が関わってくるとね、自分では思いもつかなかったこととかをね、言ってきたりとか、あ、なるほどねとかね、そういうのがあったりとかするので、やっぱ面白いんですよね。やっぱりね、一番の娯楽って人間だなって思ったりとかしてるんですよ。まあずっと引きこもってぼっちで過ごしてる私が言うのもなんですけれども。なので、ちょっと私もね、無理をせずちょっとずつ外に出ていこうとは思ってるけれども、出ていこうかなって思った時には、出ていこうと思ってるので、ちょっと無理にはね、今のままマイペースで過ごそうかなっていうふうには思っております。そうね、まあそんな近い将来じゃないけど、いずれ前回か前々回かで、オフ会そろそろしましょうみたいなコメントもちらっとあったりしましたけれども、まあオフ会っていうのもね、やってみたいなっていうふうには思いますね。ただオフ会するんだったらね、登録者数をもうちょっと増やさなきゃなっていうふうに思うんですよね。今、その登録者数、これくらいどれくらいだったっけあの、あの、
の登録者数なので気軽にやっていけてるっていうのもあるんですけれども、オフ会とかするんだったらね、もうちょっと登録者いないと人集まんねえだろっていうねそういうのもあるので、登録者というよりあれですね、再生回数ってことかな。なんだろう、この平均的に視聴してる人かな。ほら、登録者数ってね、何か一つの動画がバズったりとかするとそこで登録されてて、普段毎回見てる人じゃないけど登録してるっていう人が多いだけみたいのになってたりとかするので、そうするとね、実質的なあれじゃないので、そうそう、だからある程度人を集めるにはね、この分母をもうちょっと大きくしないと集まんねえだろっていうのもあるのでまあね、ちょっといずれもうちょっとこう自然に増えたら視聴者が増えたらそういうのもやりたいかなっていうふうに思ったりしますね。今のところはこう具体的には考えてないですけど、全然。はい、そんな感じでございました。ということで、それではまた。